皆さんこんにちは。モアエデュケーションのマキです。今日は日本からイギリスの大学に進学する方法を解説していきます。私のプロフィールについて簡単に説明すると、中学卒業までは日本の学校に通っていて、高校1年生からイギリスに正規留学をしています。イギリスではボーディングスクールという寮がついている学校に通っていて、 GCSE と A レベルっていうイギリスのカリキュラムを修了しています。でその後にロンドンにあるImperial College London っていう理系専門の大学に入ってバイオメディカルサイエンスを勉強していました。日本の高校からイギリスの大学に行く方法は大きく分けて2つあります。まず1つ目がファウンデーションコースに入ることです。でファウンデーションコースっていうのはどういうコースかっていうと、1年間の留学準備コースのようなものになります。日本の高校卒業資格はイギリスの大学の入学資格としては認められていないので、もし日本の高校で日本のカリキュラム、一般的なカリキュラムを勉強して直接イギリスの大学に入る人はファウンデーションコースを経由して入るっていうのが一番一般的になります。でイギリスの大学は学部が3年間だけなんですね。アメリカや日本の大学だと1年目に一般教養課程があって、2年目から専攻のコースに分かれるっていうのが多いと思うんですけど、イギリスの大学はその一般教養課程にあたるところがなくて、もう1年目から自分の専攻、専門的なことだけ勉強するっていうようになってます。それもあってイギリスの大学に日本の高校から直接入る場合は、そのファウンデーションコースが一般教養課程みたいな準備コースみたいな役割を果たすので、それを1年間修了してから入る必要があります。ただこのファウンデーションコースは注意が必要で、オックスフォード、ケンブリッジ、インペリアルコレッジといったイギリスのトップ3校、あと医学部はこのファウンデーションコースからは入れないので、もしこういったトップ校と医学部を目指すのであれば、この次にお話しするイギリスの大学で認められている入学資格を持って出願する必要があります。ファウンデーションコース経由で行けるイギリスで一番ランキングが高い大学は UCL University College of London になります。UCL もすごく優秀な大学で、世界ランキング10位以内に入っていますし、本当にトップのその何校か目指さなくてもいいよっていう方であればファウンデーションコースでいいかと思います。でこのファウンデーションコースは大学直下のものと、あとは外部の機関が運営しているものがあって、大学直下のものだとそのコースの修了後、どのファウンデーションコースも試験があるんですけど、その試験をパスすれば、合格すればその大学に直接上がれるものなので、もし行きたい大学は決まっていて、その大学にファウンデーションコースがあればそこに入るっていうのが一番確実です。日本の高校からイギリスの大学に進学する方法その2、A レベルや IB といったイギリスで認められている高校卒業資格を取る。 A レベルも IB もどちらもイギリスのすべての大学で認められている大学の入学資格になっていて、と同時に日本の大学でも認められている入学資格になっているので、もし中学生とか小学生とか早い段階ですでに世界中の大学を視野に入れて高校課程を選ぶのであれば、 A レベルか IB がある学校に入るっていうのが一番イギリスの大学に進学するっていう意味では近道になります。日本では IB 国際バカロレアの方が聞きなじみがあると思うんですが、結構最近日本でインターも増えてきて、で国際バカロレアをカリキュラムとして採用している学校も多いので、結構日本人が思う国際カリキュラムで IB は主流だと思うんですけど、実は A レベルの方が世界的には一番多くの人が勉強している高校課程になります。で A レベルっていうのがもともとイギリス発祥で、イギリスのケンブリッジ大学の傘下の教育機関であるケンブリッジインターナショナルっていうところが作ったカリキュラムになるんですけど、世界160カ国約1万校で採用されているカリキュラムになります。で先ほど解説したようにファウンデーションコースでは受験できない大学と学部があるので、日本の高校に通っているんだけれどもイギリスの大学のオックスブリッジだったりインペリアルに行きたい、もしくは医学部に入りたいっていう方で、日本で高校3年生まで修了して、でその後にイギリスの高校に入って A レベルを取るっていう人もいます。でその場合は日本の高校を卒業してからさらに2年間の A レベルを取ってから大学に入るっていう形になるので、若干その分みんなから遅れてはしまうんですが、イギリスの大学は3年間なので
日本の高校を卒業して2年間 A レベルをで3年間学部で入ったとしても、1年間だけ卒業時期が遅れるので、そこまで大きなディスアドバンテージはないかなと思います。でこの A レベルか IB を使ってイギリスの大学に出願する場合は UCAS という出願ポータルを使います。日本の大学のように大学に個別で出願をしてで個別の試験を受けるっていうシステムではなくて、イギリスの場合 A レベルも IB も統一試験になるので2年間の課程の一番最後に本試験が行われるんですね。その成績が大学の合格基準に満たしていれば合格っていうことになるので、大学の個別の試験は行われていない学校がほとんどです。ただオックスフォードとケンブリッジの2校の場合は個別の試験がまたあるので、そのどちらかに出願する場合は個別で試験を受ける必要はあります。で UCAS っていうのがこのようなウェブサイトになっていて、でアンダーグラジュエットが学部になりますね。ポストグラジュエットが、マスターズ修士課程になるんですが、今回はちょっと学部の方を学士号の方ですねを見ていくと、これを選択するとこのような見た目のサイトになっていて、で今ちょっとまだ5月の半ばで2025年の秋の入学の申請が始まっていないんですけど、ここ、2025年の出願の期限ですねがまとめてあるので、それ見ていくと5月半ばに次の年の分のポータルがオープンして、で9月に出願開始になります。で10月半ばにオックスフォードだったりケンブリッジ、あとは医学部ですねとか歯学部、獣医学のような学部の締め切りがあります。で、それ以外の全体の締め切りとしては1月末あたりっていうのが例年のタイムラインになっています。実際の UCAS のアプリケーションのページはこのようになっていて、私がこの2025年の学部のコースに申請するっていう、今選択をしていて、この Start Application っていうところをクリックすると、ここですね、まだ Applications not yet open って書いてあって、まだオープンしてないっていう風になってるのでちょっと先には進めないんですが、この画面ですね、ここから全てのイギリスの大学への申請を一括でするっていうような形になってます。でこの For You っていうところが、私が最初このアカウントをセットアップした時にメディシン医学部と、あと Biomedical Sciences 私が実際に勉強したコースですねと Chemistry 科学のコースに興味があるっていうふうに入力したので、そのコースが学べる大学の一覧がここにバーって出てきます。そうですね、ここ医学部のところに私が行った Imperial College London とかも出てきていたりとかで、これクリックしてみるとこのページに書いてあるのがどういった学位が取れるのか。これは Bachelor of Medicine 医学の学士号、あとはロケーションはメインサイト、メインキャンパスの方になっていて、で2025年の9月27日からの、授業開始でフルタイム、パートタイムではなくフルタイムのコースになっていて、で6年間のコースになっている、そういった基本情報が書いてあって、でこちらオープンデイ、学校が見学できる日付だったりとか、そういうのも書いてありますね。コースサマリー、コースの概要がバーって書いてあって、ここは医学部の今コースを見ているので10月15日までが期限になっていますよ、アーリーデッドライン、早い期限になっていますよっていうのが書いてあります。で、ここに Entry Requirements 入学要件のところに A Level は A3 つ、その中でも Chemistry と Biology 科学と生物で A を取っている必要があるっていうふうに書いてあります。で IB の方
ですと38ポイントが必要になってきますよっていうふうに、どういった応募要件なのかがここに書いてあったり、あとはここですね、学費このイングランド、イギリスの大学はほぼ全てが国立の大学なので、イギリス国内の学生に関しては一律で9250ポンドっていうのが1年間の学費になっていて、でインターナショナルっていう方を日本人の留学生は見るんですが、ここ見ていただくと分かる通り、もうすっごい国内の学生よりも高額になっているんですね。で、学部によって学費は変わるんですけど、医学部は結構高めの方の設定になっているので、このような学費になってます。でこのグレードのところですね、Entry Grades Data で、2019年から2013年にインペリアルカレッジのメディシン医学部から合格をもらった人たちっていうのが、most common 一番典型的なグレードは A レベルの3つの教科で A スターを取っている生徒たちがほとんどです。でそれが基準にはなるんですが、3つの A を取っている生徒も受け入れてるっていう風なデータが出てます。これプラス、学業成績は本当に皆さん A、最低 A で A スター、もう全科目で A スターみたいなレベルの人たちがインペリアルの医学部には申請するので、これプラスパーソナルステートメントで差別化するっていうような形になります。こういった感じで、まだちょっとどの大学行くかアイデアがない人たちに対しても結構いろんな情報が載っているので分かりやすいかなっていう感じはします。でイギリスの大学に出願するときに一番大事になってくるのは、成績もそうなんですが、パーソナルステートメントっていう志望動機書に何を書くかがすごく大事になってきます。 A レベルと IB は統一試験なので、みんな同じテストを受けて、でそこでその成績順にフィルターされていくんですけど、トップの大学にもなるともうみんな同じような、もうほぼ満点に近いような成績で出願してくるので、入学審査官はどうやっていい生徒を見極めるかというと、パーソナルステートメントに書いてある職業経験だったりとか、過去に何か賞を受賞したとか、あとは学校で課外活動に何参加しているかとか、そのあたりすごく重視されます。でユーカスにはパーソナルステートメントにどういうことを盛り込めばいいのかっていうのもヒントは少し書いてあるんですけど、基本的には学校の先生の指導だったりとか、あとは外部のパーソナルステートメント添削のところにお願いするっていうのが合格をもらえるパーソナルステートメントの書き方になるので、そこもいろいろ調べてみてほしいです。結構アメリカの大学になるともうすっごい課外活動で何をしたかっていう比重が大きくなるんですけど、イギリスの場合はやっぱり英語圏の大学の中でも一番アカデミック、学業を重視しているので、まずは必ずいい成績を取ることで、出願が入学の約1年前になるので、さっき A レベルと IB は統一試験って言ったんですけど、その出願の時点ではまだ本試験は受けていないんですね。じゃあ何をもって出願するかっていうと、その前年の Mock Exam っていう模擬試験があるので、そこで出たPredicted Grades 予想のグレードを使って出願します。あとはそのさらに前の、イギリスのカリキュラムでいうと GCSE だったり IGCSE の成績、そういった成績を使って出願します。なので高校の一番最後の本試験でいい成績を取れればいいっていうわけではなくて、それまでのその前の数年間での積み重ねがとても大事になるので、その高校のカリキュラムを選ぶ時だったりとか、学校の中での、インターとかそういう海外カリキュラム系のところだと、学校の成績イコールその最後の統一試験の成績に直結するので、もうそこもとっても大事になります。なのでその大学のところを見据えて、そういった日々の積み重ねをしっかりしていくっていうことがとても重要です。イギリスの大学の出願でも課外活動だったりパーソナルステートメントに書くことはとても大事になるんですけど、アメリカほど本当にもう
すっごい立派なもう壮大なプロジェクトの課外活動をやらなくても、例えば自分でプロジェクトをセットアップして何かリサーチしたとか、あとは私の時は医学部に入りたかったので、医学系の遺伝子の変異に関する本を読んだんですけど、そういった文献とか本とかを自分で読んで、どういうところに興味を持ったか、あとはそれをどういうふうに大学の研究に生かしたいかとか、そういったその大学での勉強につなげられることが書ければ、本当にそんな自分で起業するだったり、何か大企業のインターンシップに参加するとか必ずしなくても大丈夫です。イギリスの大学に進学する上で高校のカリキュラム選びはとっても大事になります。本当に全部逆算で考えていかないといけないので、どの大学を目指すより実は大事なのがどの学部に入りたいのか、どういう分野を勉強したいのかっていうことなので、私たちがサポートしている生徒さんでも、14歳ぐらいの生徒さんでもそれは確認していて、で大学で入りたい学部によってその A レベルとか IB で選択しておかなければいけない科目っていうのが決まっているので、もう逆算でそれを見据えてプランを立てていくっていうことがとっても大事になります。 A レベルも IB もどちらもとってもいいカリキュラムで向き不向きがあるので、それも別の動画でその2つのカリキュラムの違いについても解説していきたいと思っています。海外の大学の受験っていうのは日本の受験システムと全く異なりますし、アメリカとイギリスでも違うので、必ずちゃんと調べて、もう日本の高校に行かれている方で海外の高校のカリキュラムを取れない方でも全然行きたい大学行きたい学部に入れる方法はありますし、もしまだ中学校や小学校の生徒さんだったら海外大学の入学を見据えて、これからの学校だったりどのカリキュラムを選ぶかっていうプランを立てていけるのが一番理想です。あと留学生がイギリスの大学を受験する場合に IELTS のスコアも必要になってきます。英語の資格が英検、TOEFL、TOEIC とかいろいろある中で IELTS はイギリスで最も広く使われている資格になっていて、 Listening、Reading、Writing、Speaking っていう4つのセクションがあって、それぞれで9点満点で、それぞれのセクションで点数が出るのと、あとは合計の総合の点数も出ます。イギリスの平均的な大学とかファウンデーションコースの入学要件だと IELTS のスコア 5.5 以上、総合のスコアで 5.5 以上取っていれば入れるっていうところが多いんですけど、例えばオックスフォード、ケンブリッジとかっていった一番トップの大学になると7.0 っていうスコアが必要になっていて、で 7.0 かつ特定のセクションで 7.5 以上とかそういった細かい規定があったりして、目指す大学によって違うので調べる必要があります。で IELTS は出題傾向の分析をしっかりしてしっかり対策していけば高得点を取れるような試験になっているので頑張りましょう。